こういう人、絵が下手になります。ということで、こんにちは、斉藤直樹です。今回は、絵が下手な人がやりがちな行動を5つ紹介していきたいと思います。絵が下手な人って言いましたが、これね、誰しもがついついやってしまいそうになることだったり、あとは、むしろそれってやっていいことだったのって意外なことだったりするかもしれません。この動画を見ていただくことで、意外と知らないついついやってしまう NG 行動を避けて、どんどん絵が上手くなっていく成長のスパイラルに入っていただけるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。資料探しをめんどくさがる。絵が上手いか、絵が下手かというのは、実はですね、描く前から決まってるんです。よくこういうね、勘違いをしている人がいます。上手い人は何にも見ないで絵を描く。だから何かを見ながら絵を描いている人って下手くそな人なんだ。何かを見て絵を描くっていうのはもう恥ずかしいことだから、自分もなるべく何かを見ながら描くのはやめよう。はい。この動画を見ている人の中にもね、そう思い込んでいる人っていませんか？明確にお答えします。この考え方は、完全に間違いです。描く前の資料集めはですね、めちゃくちゃ大事です。資料を用意せずに絵を描くことは、少なくともですね、プロのイラストレーターの中には見たことがありません。はい。これ結構意外じゃないですか？じゃあなぜ資料探しが大事なのかっていうと、プロのイラストレーターはですね、資料を探すうちに、主にですね、3つの重要なポイントを決めているからなんです。1、まずはですね、方向性です。この絵は可愛い絵なのか、かっこいい絵なのか、面白いのか、怖い絵なのか、そしてもっともっと突っ込んで、どう可愛いのか、どうかっこいいのか、どう面白いのか、それを表現するためにはどういう絵作りすればいいんだろう。そういう結構具体的なことをですね、資料を探す中で決めてるんですね。はい。そして2つ目。2つ目に決めていることは演出方法です。さっき決めた方向性。例えばですね、クールでかっこいい男の子を描こうと決めた場合、どんな色を使えば、その絵を見た人が自分の思い通りに、この男の子クールでかっこいい、推したい、という気持ちになってくれるのか。そしてどんなポージングで描いたら、どんな背景を描いたら、より一層そういう気持ちになるのか。これをですね、決めてるんですね。3つ目は、デザインを決めてます。その男の見た目をですね、方向性や演出から考えてるんです。流行りのデザインを取り入れるのか、それともちょっと外して少しね、懐かしいデザインにするのか、こういうね、結構大事なポイントも資料探しを通して決めてるんですね。このようにですね、絵を描く前に考えることって結構たくさんあるんです。それを準備するか、それともしないのか、これによって最終的なクオリティが全然変わってきます。プロのイラストレーターは、この資料を探す中で、この大きく分けて3つのポイントを頭の中でね、ぐるぐるとこう回転させながら試行錯誤してるんです。資料を探さないで絵を描くっていうのは、この試行錯誤の工程をですね、丸ごとスキップしてしまうことになりかねないので、その点でもですね、なかなかクオリティが上がらない。つまり、下手な絵を描いてしまう原因の一つになってしまうわけです。もし仮にですね、あなたの周りに資料を見ずにスラスラと絵を描いている人がいたとしたら、それはですね、全く資料を見ずに描いているわけではなく、そのモチーフについては数限りなく過去に資料を何度も何度も見て絵を描いていて、もうですね、資料を見ずとも描ける状態になっているだけなんです。でも、そういう人だってですね、描き慣れていないものを描く場合には、必ず資料を探すはずです。これをしないでね、絵を描ける人って、はっきり言って誰もいません。はい。むしろ、プロの方がですね、もうめちゃくちゃ資料探しには時間を割くんですね。観察力が低い。はい。そして次も、絵を描く前の話です。はい。実は絵の上手さは描く前に決まっているっていう良い例の一つがこれです。観察力の問題です。観察力？何それ？って思いますよね。はい。わかりやすく言い換えます。あなたはですね、普段何気なく見ているものを自分ならどう描くかって考えながら見てますか？例えば可愛い猫ちゃん見たとき、ただただね、可愛いなーって眺めるだけじゃなく、俺今可愛いって思ったけど、この猫のどこに可愛いって思ったんだろう？つぶらな瞳かな？綺麗な毛並みかな？それとも全体的にこう丸いシルエットかな？って思いながら猫を観察してますか？そしてもっと言うと、どう描こうかなって考えてみてますか？絵が上手い人ってですね、これ別に誇張でも何でもなくて、もうみんなこう思ってるんですけど、すべてのものを見るときにですね、あれ俺だったらどう描くかなって考えながら
観察してるんです。もうね、四六時中ずっとです。でもですね、逆に絵があんまり上手くない人って、そう考えながら物を見ている時間が少ないんです。ただなんとなく風景を眺めて、綺麗な山だな癒されるって、ぼんやり捉えているだけ。これはですね、観察じゃないんです。絵を描く技術以前に、自分の中にね、あれはこう描こうっていうイメージができているかできていないかで、ここにですね、かなり明確な実力の差が生まれてしまうんですね。そんなこと言われたって、どう考えながらどう見ればいいのかいまいちわかんないよって言う人。大丈夫です。これをすれば一発で観察力が飛躍的にアップしてしまう魔法の行動があるんです。それはですね、写真を撮りながら散歩する。写真を撮りながら歩いていると、驚くほどですね、観察力って上がります。騙されたと思ってやってみてください。はい、これなぜかというと、写真を撮るってですね、風景から画面を切り取ることなんです。なので、何かを撮ろうって思いながら歩いているだけで、これ自然とですね、何か面白いことないかな、どういう構図に収めてやろうかな、被写体に近づこうかな、それとも離れようかなっていう風に考えちゃうじゃないですか。これですね、絵を描く時のマインドにめちゃくちゃ似てるんです。写真を撮ろう。そう考えながら散歩するだけで、作品のコンセプト、モチーフ、そして絵作りを頭をフル回転しながら考えることができるようになるわけです。これがですね、まさに観察なんですね。そうなんです。カメラ片手に散歩するだけで、自然と絵を描く時に近い、見るモード、観察モードに入ることができるので、一瞬でですね、脳がカチッ、クリエイティブモードに変化するのを感じていただくことができると思います。カメラってね、言いましたが、別にね、ちゃんとした一眼レフカメラとかじゃなくても大丈夫ですよ。スマホのカメラだけでも十分にね、その効果を感じていただくことができると思います。これね、めちゃくちゃおすすめですし、めっちゃお手軽に自分の世界を変化させる方法です。ぜひね、やってみてくださいね。案を一つしか出さない。案を一つだけしか出さない人は絵が下手と、言うわけではないんですが、実力をですね、すべて発揮できていないがゆえに、自分の本来の実力よりも、ちょっとね、下手になってしまっていることが結構あります。これですね、イラストを描き慣れていない人は、そもそもですね、1枚の絵に対して、そんなに何枚もラフ描いたことないよっていう場合も多いと思うんですが、これですね、よくよく思い返してみると、単なるね、言い訳だったりすることもあるんですよね。例えばね、結構こういうこと多いと思います。俺は結構絵にはこだわりが強いんだ。だから、最初に出した案が一番いいに決まってる。だから俺はラフは1枚しか用意しねえ。だって俺これ自信あるもんって思い込んでる場合、これね結構あるんです。そして僕もよくあります。でもね、注意してください。これはですね、意外とこだわりとは全然違うんですね。これはですね、単なるめんどくさがりなだけで、実はですね、こだわりが強い人というわけではありません。はい。じゃあですね、こだわりが強い頑固な人と、単なるめんどくさがりなだけな人、この違いは何なのかっていうと、これですね、単純に思考量の差の問題です。例えば、同じ A 案が最高だっていう結論に至ったとしても、めんどくさがりな人ってですね、俺は A 案が最高だと思ってます。じゃあ、その他の B 案見せてよ。そんなの作ってないですよ。だって A 案が最高だって俺の中では決まってますからね。っていう感じなんですが、一方ですね、本当にこだわりが強い人っていうのはどういう感じなのかっていうと、俺は A 案が最高だって思ってます。そうなんだ。じゃあ、他の案は一応ですね、D 案まで作りましたね。で、さらに言えば、A 案、B 案、C 案、D 案、それぞれに対して、A+、B+、C+、D+、この案もそれぞれ作ったんですが、でもですね、比べてみたところ、結局のところ A 案が最高でしたね。だから俺は A 案が最高だと思ってるんです。はい。これがですね、本当にこだわりが強い人。ね、全然違うでしょう。はい。ただですね、ここでちょっと気になる人もいると思います。なぜ複数案を出した方がいいのか。それはですね、スポーツに例えると分かりやすいと思います。例えばですね、僕中学時代は水泳やってたんですが、競技の世界ってですね、めっちゃ厳しいところがあります。だってですね、1年かけて一生懸命練習してきたものを、たった1回の、そして一瞬のレースで全部出し切らなきゃいけないわけじゃないですか。そこで最高の結果を残して初めて実力があるっていうことが証明できるわけです。でもですね、ものすごく練習を積んでいったとしても、その日のそのレース1回が失敗に終わってしまったら、もうね、全てが台無し。自己ベストが出せなかったとしても、それは自分の準備不足。こういうね、厳しい世界なんですね。で、僕はですね、そんなに本番に強いタイプではなかったので、レースでね、なかなか自分のベストタイムを出せず、残念な結果に終わることがたびたびありました。はい。スポーツの世界はね、厳しいですよね。でも、絵の世界は、これとはちょっと違うんです。何案も出して、その中から
ベストなものをチョイスすることができます。これは言うならばですね、レースで何本もタイムを測って、その中からベストなタイムをチョイスすることができるということです。水泳の大会のようにね、この1回実力を出し切れなかった。そんな残念な思いをしなくて済むんです。せっかくですね、時間をかけてイラストを描き上げるんですから、どうせならベスト尽くしたいでしょう。最初はですね、何案も出すっていうのはちょっと大変かもしれませんが、どんなにね、いい案が最初に思い浮かんだとしても、少なくとも B 案までは出してみる。これがですね、結構重要です。僕もですね、ついついめんどくさくなってしまうことがあります。ただですね、経験上絶対にB 案までは出した方がいいということを知っているので、もうしょうがなくね、絶対にこれよりもいい案出るわけないよなと、否定的な気持ちでね、案出しをしてしまうことも結構あるんですが、たとえそんな時でも A 案よりもいい B 案が出てしまうことってね、結構あるんですね。1枚の絵に対して複数案出す。ちょっとね、めんどくさいですけど、これね、かなり効果的な方法なので、ぜひね、絵が上手くなりたい人、やってみてくださいね。1枚に時間をかけない。皆さんはですね、ひょっとしたらこう思ってませんか？絵が上手くなると、絵を描くのが早くなるって。これですね、完全に間違ってます。実際はですね、早くはなるんですよ。早くはなるんですが、全体的に早くなっていくのは、それよりも先の話なんです。基本的にですね、絵が上手くなると、なんと、絵を描くのが遅くなります。嘘でしょ？なんで？って思いました？はい、思いましたよね。でもね、落ち着いて聞いてください。じゃあ、うまい絵って皆さんどういう絵だと思いますか？これいろいろな切り口があると思いますが、僕が思ううまい絵として共通で言えることは、一枚の絵にギュッとたくさんの情報が詰め込まれていることです。立体感、空気感、デザイン、色はもとより、可愛い、かっこいいという感覚だったり、面白い、笑える、泣けてくる、胸にグッとくる、心を動かされた、感動した。こんなこともですね、情報だったりします。こういうたくさんの情報がギュッ詰まった絵がうまいと思うんですが、はい。これですね、たくさんの情報を整理して一枚の絵に詰め込むと、これどうなると思いますか？そうなんです。考えることがめちゃくちゃ増えるんです。なので、これ当たり前です。考えたことがめちゃくちゃ増えた結果、書く前に調べることや書き始めてからの試行錯誤の量、これも当然増えていきますから、その分ですね、どうしても時間がかかるようになるんです。ね、考えてみたら当たり前ですよね。1枚に対してどれだけの時間をかけたことがあるのか、かけた時間の差、これはですね、決定的な差になって現れます。っていうかそもそもですね、絵が下手な人って、もうそもそもですね、1枚に対して時間をかけられるだけの元のね、この情報を持ってないので、単純にですね、1枚の時間に対して時間をかけることっていうのができないんですね。だからですね、1枚に対して20時間、30時間、40時間、あるいはもっと時間をかけられる人って、これもしかしたらですね、絵をよくわかっていない人から見たら、なんか、書くの遅くね？この人、下手なんじゃないの？って思われるかもしれないんですが、それはですね、完全に逆で、それだけ時間をかけられる情報を持っている人、つまり、絵が上手い人なんです。はい、そうなんです。1枚に対して膨大な時間をかけたことがあるかどうか。それが、上手い絵を描くための絶対条件と言っていいぐらい。そのぐらいですね、時間をかけることっていうのは大事なんですね。でもさ、時間をかけるって言っても、そんなにたくさん書くものもないし、なんか自分の場合どう時間かけていいのかわかんないよ。そういう人もいると思います。そんな人はですね、ぜひ次の2点を意識してみてください。1つ目、自分が納得するまで細かい部分の修正を繰り返してみること。はい。何もですね、たくさん書くこと、細かく書き込むことだけが情報を上げることじゃないんです。自分が思った通りの形を作り込むことや、ちょっとね、位置を調整することだって、情報を上げることにつながるんです。はい。これ特にですね、なんか納得できていないんだけど、でももう書くとこないから、とりあえずこれで完成にしちゃおうって思ったことある人。これね、結構いますよね。こういう人はぜひ、納得感が本当に得られるまで、ちょっとでも気になる部分をしつこく修正してみることで、確実にですね、完成度アップできると思います。これをやるときのコツとしては、イラストの修正前の画像を撮っておいて、後で修正前と修正後、ちょっとね、比較しながら見比べてみることがおすすめです。そうするとですね、今やった作業がどれぐらい効果的だったのか、自分でね、理解できるようになると思います。そして、2つ目。自分が尊敬している人の絵を隣に置いて、それに勝とうとしてみること。はい。もう自分で完璧だ。もう直すとこないって思ってしまいがちな人って、自分のハードルをですね、ぐっと引き上げるのがちょっと苦手な傾向にあると思います。なので、たまにですね、無理やり自分のハードルをぐっと引き上げてあげる必要があります。上手くなるには。
はい。具体的には、自分の尊敬している人の絵を隣に置いて、それにね、勝つような気持ちで作品作りしてみてください。横にですね、そういう激うまな作品を置きながら、自分の作品を改めて描いてみると、あれ、なんかめっちゃいいと思ったのに、なんか微妙だなって思っちゃうと思います。はい。ちょっとね、凹みますよね。でも、そう思った時がチャンスです。今、微妙だと思った分だけ、情報が足りてないって自分でも思えているってことなんです。おそらくですね、現段階ではその作品に勝つということまでは至らないと思いますが、勝とうと思いながらチャレンジすることで、きっとですね、自分に今足りていないだけの情報を埋めることができて、普段のね、自分に課しているハードルよりも、もう少し上のハードルを飛べるようになると思います。この分ね、飛躍的にクオリティがぐぐっとアップすることにつながると思いますよ。絵を寝かせることをめんどくさがる。皆さんこんな経験はないでしょうか？描いている最中はものすごく気分が良くて、完成した瞬間はね、もう最高な気分。もう早く誰かに見せたくて、すぐに SNS に絵を投稿。でも投稿後しばらくして、いいねもリポストも思ったように伸びずに、あれなんでだろう？この絵なんかおかしかったかな？って不安になりながらその絵を改めて見てみると、うわ、なんでここ直さずにそのまま絵投稿しちゃったんだろうっていう直したいポイントがいくつも見つかってしまう。これね、あるあるですよね。はい。実は僕も結構あります。じゃあこれ、どうしたらいいのか？答えはね、簡単です。仕上がった絵をそのまま投稿はせずに、我慢して1日待ってですね、後日冷静な目で見て、そして必ず1箇所は修正すること。これで解決します。絵を寝かせるという言葉を聞いたことがあると思うんですが、この寝かせるっていうのはね、まさにそういう意味なんですね。もしね、それで解決できないような問題だったら、そもそも今の自分の実力では解決不能な問題なので、それはね、諦めましょうね。あくまで、ちゃんと意識をしていたら、クオリティが上げられた。でもついうっかり、クオリティを上げそびれてしまった。そういう部分をなくしていくという考え方です。絵を描くことをね、ジャンプに例えると、この1日置くという作業は着地に相当します。例えばね、体操競技なんかでも、いくらね、次々と大技を決めても、最後の着地が決まらないと台無し。思ったよりも点数は取れないし、そして観客の印象も良くないじゃないですか。絵もね、これと全く同じです。描くことは大好き。どんどん描き進めるのが得意でも、人が見るのはね、残念ながら、あくまで最終結果そのものだけ。それがもし雑な仕上がりだったら、その絵から伝わるべきメッセージが伝わりませんよね。はい。実はですね、この作業、僕もね、結構苦手なんです。これは僕の失敗談なんですが、僕は初めての仕事がトレーディングカードのイラストだったんですね。初めてもらった仕事だったので、めちゃくちゃ気合が入ったのを覚えています。納期はね、3ヶ月後の設定だったんですが、もう初めての仕事だったので、テンションがね、すごく上がっていて、もうむちゃくちゃやる気に満ち溢れていた僕は、1ヶ月で6枚のイラストを全て仕上げてしまいました。でね、絵を寝かせることなく、そのままね、すぐにクライアントさんにそれを納品してしまったんですね。それから数ヶ月経って、そのカードゲーム実際にリリースされたんですが、僕はね、そこでものすごいショックを味わったんです。もうその時はね、一生懸命描いたイラストだったんですが、商品になった自分の絵と他のイラストレーターさんの絵、それをですね、実際にこうカードゲームになって見比べてみると、なんかね、自分のイラストがすごくクオリティが低く感じてしまったんです。なんでこのクオリティで納品しちゃったんだ。もっと冷静になってたらこの部分直せたのに、もっといい絵をユーザーに届けられたんじゃないだろうか。もう取り返しつかない。だって商品になっちゃってんもん。もうね、初めての仕事だったのでめちゃくちゃね、ショックでしたね。でもね、今その時の絵を見ると、とりあえず一生懸命だったことは伝わってくるので、当時の自分のようにね、ひどい出来だな、とまでは全然思わないんですが、当時ね、自分事として味わったショックは、絵を寝かせることの大事さを痛感できるような出来事でした。仕事でね、絵を描かない人っていうのは、ここまでね、取り返しがつかないっていうことはないかもしれません。一旦 SNS に投稿したとしても、消せばいいだけの話ですからね。でもね、何度も消して投稿してを繰り返していると、ちょっとこの人情緒不安定なのかなと、周りからね、ちょっと警戒されることもあるかもしれません。できればね、作品を書き上げた後は、一息ついてね、一旦翌日、または翌々日まで絵を寝かせてみて、そして冷静な目で眺めてみてね、そしてできれば一箇所だけでいいので、ちょっとここ変かもな、っていうところを直してみてください。その一手、最後の一手を入れるか入れないかで、めちゃくちゃね、クオリティが変化することがあります。この一手を入れたおかげでね、後になって、あの時の一手入れてよかったって思えることが僕もね、何度かあるので、ぜひね、作品を寝かせる。そしてその後で一手入れてみる。これをね、ぜひ意識してみてくださいね。
お知らせです。動画販売サイトビミオにて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。